はい、どうも、ボタニカリスティックスです。今日はね、やっとね、真面目な話、やるって言ってて全然やんない、行ってきました動画ばっかりで、なかなかやんなかったんだけど、今日からね、ちょっと、今日からというか、もう今後はもう毎回、内容の濃いね、動画をね、お送りしていきたいと思ってます。で、今日は何をやるかっていうと、今日はフィカスジンについてちょっと話をしたいなと思ってます。フィカスジンは、エラスティカの斑入りですよね。チリフが綺麗な品種です。で、これについてね、いろんな謎がやっぱりあってですね。で、僕もずっと気になってたし、気になってる人も結構いて需要があるんじゃないかなと思って、今日はこれから、ちょっとね、2つ今用意してて、フィカスロイの話と、フィカスジンの話と、ちょっとどっちから行こうかなと思ったんだけど、どっちが先になるかな。今撮ってるのはジンが先。ね、ジンから行こうかなと思ってます。ただね、一回じゃ終わんないかな。このジンの謎について、僕もね、わからない部分がたくさんあって、まだ宿題をね、こう積み上げてる状態なんですよ。で、今の途中経過みたいなことになるんで、今日はエピソード1ということで行こうかなと。まずね、フィカスジン、富士にいるフィカスジン、これ、お前、フィカスって言ってたまに後ろにちょっとベンガルが映るぐらいで、本当にお前フィカス育ててんのって言われそうだったんだけど、ちゃんとほら、こうやって言いますよ。ジンはね、ちょっといくつか今あるんだけど、いいや、ちょっとどうしようかな。このフィカスね、エラスティカの、チリフですよね。この、ちょっと見て。でいろんな葉っぱがあるんだけど、これがいいかな。もっとね、黄緑がね、出てくると僕は好きなんだけど、こういう感じ。で、これはちょっと若い葉っぱだから、このね、葉脈がここがね、赤かったりとか、ちょっと色はね、これからどんどんいろんな色を見せてくる、すごい楽しい、品種なんですよ。で、このジンって何って思わなかったですか？で、これ、そもそも、割と新しい品種だなんて言われてたと記憶してるんですよね。で、この5年ぐらいで、やっぱり今はもうお店でも当たり前に並ぶような品種になったけど、結構レアな品種だったと思うんですよ。多分3、4年前ぐらいまだレアだったと思うんですよね。で、いろんな疑問が浮かぶんですよ。これね、持って帰ってきて、まずね、ジンっていうんだ、ジン、J-I-N って紹介されたりするけど、ジンライムとかジントニック、お酒のジンだったら G-I-N じゃない J-I-N、G-I-N どっちみたいな疑問が一つ出てくるじゃん。で、これをさらにね、ネットとかで調べるわけ。エラスティカの斑入りかみたいな。エラスティカ、バリエガとかいろいろやると、マテニケとかいろんなもの出てくるけど、その中に、ちょっと似てるのあるな、みたいな。シベレアナ。何シベレアナって。これシベレアナって海外で調べてると、海外ではシベレアナって言ってて、日本ではジンって言ってるって。ちょっと、本当みたいな。で、それでもうどんどんわからないまま、そのままみんなどんどん発信するじゃない？これジンのつもりで買ったんだけど、シベレアナでしたとか言い出す人もいるわけ。同じなの？違うの？何なの？そういうことでちょっと気になっちゃって、僕こういうのも嫌なんですよ。そういうの気になり始めると、頭痛くなるし、腰は痛くなるし、もうストレスでもう本当にね、毎日生きていくの大変なんですよ。だからね、明らかにしていかないといけないと思って。で、これでね、ちょっと私また、古い人間なんでね、こうやってね、ペーパーにまとめたりとかするんだけど、実際ね、こういう話って、事前に言っとかなきゃいけないのは、これさ、観葉植物のこういう曖昧なところ、僕ね、悪いところだと思ってるんだけど、面白いところでもあるのかな。品種が何なのかとか、学名が何なのかとか、結構いい加減なので、生産者も、いい加減なの。変なんだし、見て見ぬふりするみたいな。あの人がそう言ってたから、それで売ってますとか、小売店もね。小売店も分かってない。で、ただ、みんながシーンとしてる理由分かんないとかそういうのが一番だと思うけど、一つに、やっぱ権利の問題があるんですよね。いろんな権利ありますよ。特許とかもあるし、園芸品種としての登録とかいろいろあるじゃないですか。でも商標権とか、その辺に触れると結構厄介なんですよね。で、正当な利権ですけどね。で、世に言われているような、利権運の政治家がとかそういうんじゃない。正当な利権だとは思いますけど、ただ、その権利に触れるせいですね。こっちも言えないみたいな。これはなんちゃらっていう品種だとか、大見え切ってこう言えないっていう、侵害したとか言われちゃうから。あれですよ。カンナの土佐っ子みたいなもんでですね、創業者がね、このラーメン作ってこういうラーメン広めたのに、誰かが商標登録したせいで、そいつが権利者になって、もうお家騒動で、もうよくわかんなくなっちゃう。このせいで、ルーツが全然読めなくなっちゃうみたいな。
でこういう現象ってあるじゃないですか。そのまんま闇に葬れば、まあいいのかもしれないけど、まあ僕はそれがちょっとできないんで、ほじくり返していくと。で、本当はもっともっとフォロワーが増えてからこういうことやった方が、まあね、もうちょっと、僕がね、仮にだよ、消されたとするじゃん。それに触れて。何かそのアンタッチャブルなものに触れて、僕が消されたとしても、まあフォロワーがいればね、ちゃんと引き継いでくれるけど、このままじゃね、ただね、消されるだけで、なんていうの、いや、僕が闇に葬られちゃう。それはちょっとね、嫌だから、まあ本当はね、もっともっと僕はね、発言力がもうちょっとついてからやるべきだと思うんですけど、まあいいかな。消されたら、それまでよね。で、まあそういう意味では、まあ僕自覚しているのはちょっと重たいテーマではあるんですよね。で、そうそう。で、この人なんだけど、まあやっぱり僕みたいにフィカスに留まってる人は、こういう疑問が生まれてきてですね、ジンとシベリアナとか言われてるやつとかを持ってきて見比べたりとかするわけ。で、やっぱ葉っぱの符がなんか違う、なんか感じがしてくるな、みたいな。これをまあちょっと紐解いて、どんどん遡っていって、いろいろ調べていくとですね、まずね、このシベリアナの方がどうやらね、先にあるっぽいですね。まだわかんないです。で、シベリアナって、じゃあ何なのっていうと、シベリアナが公式に、じゃあ何か発信を、その言葉が発信されてるのって何なのかちょっと、まあ、PW ってわかりますか？プルーブンウィナーズ。で、それも国際的な組織なんですけど、まあ、品種をですね、研究したりとかですね、で、ちゃんとその品種が、ちゃんとそういう風になるよっていうのを研究して、ちゃんと調査して、で、OK ってなったら、それを品種として登録して、で、それで自分のところのブランドで発信していく、発売していくと。自分のところの商品として。で、それをやってるんですよ。シベリアナも例外なくやってるんですよ。で、このね、PW が、そのシベリアナを、ちょっとブランド名はちょっと控えるけど、なんとかシベリアナムーンシャインっていう名前で売ってるんですよ。でここで一つの謎がもう浮かびますよね。ムーンシャインっていう名前でだけで、フィカスムーンシャインっていう紹介してる人もいるからね。それと、まあ、フィカスシベリアナと、フィカスシベリアナムーンシャインは PW 上は一緒。これは同じものだと思って大丈夫です。ね、もしね、シベリアナとムーンシャインってどう違うのって悩んでる人がいたら、それは同じで大丈夫。で、このシベリアナってじゃあどっから来たのって話なんだけど、これが元になるのが、この植物関係、まあ知ってる人はね、勉強してる人はね、知ってると思うんですけど、RHS、英国王立園芸協会っていうところがあるんですよ。まあ、なんていうんだね、なんだっけ、Royal Horticulture Society。Royal Horticulture Society みたいなね、RHS っていうところ。で、ここに、まあその登録があるんですよ。何が登録があるかって、なんかね、読めないんよ。ちょっと待って。ペーパー、ちょっと待って。スチリジュベリアーナ。スペルはね、SCHRIJVERIANA。これね、オランダっぽいんですよね。で、これ多分最初にやったのオランダっぽいんですよ。やっぱ園芸の強い国。そこの、これ多分ね、人の名前だと思うんだよね。この、シュシュルシベリの植物みたいなの多分、わかるでしょ？なんで、それがあって、それが、要するに、英語圏に落ちてきた時にシベリアーナになったんだと思うんですよね。で、これももちろん確信がある話ではないんですけど、でもおそらくそうだと。要するに英語に落ちてきた時に、ちょっと音で拾っていくと、ちょっと変わったりするじゃないですか、表記が。まあ、英語からカタカナに落としてくるときに、その音でね、聞いて、定着するまでいろんな呼び方あったりするじゃないですか。例えば、アメリカンニューシネマが好きだっていうことを僕がね、好きなんだけど、それを知ってる後輩がですね、神保町で、昔の当時のタクシードライバーって映画のね、パンフレットをね、古本屋で見つけてきてですね、それね、買ってきてね、もらったことあるんですよ。で、その中見たの。で、二人で見てて笑っちゃったんだけど、マーティン・スコセッシって監督がまだ全然無名だったんだよね。で、まあ、無名って、まあ、あっちではもうそんなに無名じゃないと思うけど、現地ではね。ただ、日本に来るってなった段階ではまだ無名だったんだよ。で、それカタカナ表記がさ、今でさえさ、マーティン・スコセッシっていうの伝わるけど、まあ、当時はまあ分からなかったから、しょうがないよね。音のまんま、多分ね、海外だとこういうんだよ。マーティン・スコルセッシとか言うんだけど、それをそのまんまカタカナに落としたんだろうね、無理やり。マーティン・スコルセーセって書いてあったの。で、それ、
やっぱ、今から見たら笑っちゃうよね。で、当時は真剣にやってたんだろうけど、スコルセーセって、このシベリアーナも、こういう感じで最初はシュペルシベリアーナっていうのを英語に落とした時にシベリアーナになったんだね。で、そのシベリアーナになって、それで、PW、プルーブンウィナーズが出したという段階よりも前に絶対あるはずなんだ。それが。この理屈が合ってるならね。その後にジンだと僕は思ってるのね。で、僕の肌感覚としては、ジンってこの5年ぐらいで流通、広まってきたと思ってたのね。だから、順番としてシベリアーナがあって、海外からシベリアーナがやってきてる。それが、ちょっと違うのか同じなのかわからないけども、それを日本出すときに誰かがジンって言い出したと思ってるのね。で、そのジンなんだけど、ただ、このジンとシベリアーナが、じゃあ本当に一緒なのかっていう疑問ももう一つ出てくるわけ。で、今のところ、それが違うという根拠は、あんまり、その明確な根拠はないんですよ。で、ただ、僕の最初にジンを見た時の符って、これちょっと若い葉っぱだから色があるだけど、この葉っぱが近いんじゃないかな。こういう感じの、結構均一性の高いチリフ。で、もうちょっと大きくなると黄緑色っぽくなってくると思うけど、これを僕はジンだと。で、一方で、これもジンと言われてるものなんだけど、ジンっていろんな葉っぱがあって、で、お店で、その時買うものは全然違うんだけど、でも最初のイメージは今のようなやつだったの。で、だからそれがジンだって認識してて、その後いろいろシベリアーナとか調べると、こういうね、緑が増えてきたりとか、これだったら個体差レベルって言えるんだけど、もっと全然違う符の入り方してるわけよ。そうすると、肌感覚として、ジンはこっち、シベリアーナはこう、ジンはジンらしい。これ見ると、この均一性が高いとジンらしい符。で、そうじゃない、ランダムな符だとシベリアーナっていう肌感覚がどうしてもやっぱりあるので、僕だけじゃない。で、いろんな人の投稿を見たりとかしても、やっぱそう言って言及してる人たちいるんだよね。でそう考えると、やっぱジンとシベリアーナって違うものだって、これ感情的にだけど考えたくなっちゃうんですよ。そう、ただシベリアーナって言ってジンみたいな風紹介してるやつもいるからね。ややこしいんだよ。このジンのこの謎を解明するには何をしたらいいのかっていうと、まずジンがいつ日本にやってきたっていうか日本で広まってきたのか。そう一つ。ジンがなんで日本だって言い切ってるかっていうと、ジンっていう名前で海外のサイトで紹介しているものってないんですよ。日本でこういうものがあるよっていう紹介しているサイトはもしかしたらあるかもしれないけど、それすらも見つからない。ピカスエラスティカジンっていう JIN でやっても、GIN で探しても出てこない。だから、単純にこれは日本だけなのかなって、今思い込んでるところなんですよ。一辺倒だからね、海外ではシベリアーナで。だから、日本だと思ってるんだけど、これがいつからなのか。で、僕はこの5年だと思ってるんだけど、いろいろ調べていくと、10年前にこのシベリアーナとジンの違いについて投稿してる人がいるんですよ。で、なので、その人に僕ね、聞きに行きたいと思ってるんですよ。今回はちょっと間に合ってないし、なかなか時間も取れないから、調査、これから続行していきますけど、その調査の中で、その人への、ちょっと取材をしたいというのが一つ。で、あと、ジンをつけた人をこれから探していきます。愛知県に行くのか、鹿児島の指宿とかどっかに行くのかわからない。これからだからそれをね、取材したりとかね、調査してどんどん調べていきたいと思ってます。消される前にね。で、あと、シベリアーナの元になったシベリアーナ。この正体。これも僕の推測では、そのオランダの誰かが、その英国王立園芸協会の、登録を、したんだと思ってるんですけど、これがいつなのかが、ちょっとね、公式の情報からはね、ちょっと読めなかったんで、今ね、そのね、RHS ですね、に問い合わせ中です。ね、昨日、本当はね、もっと前にメール送ってたんだけどね、メール届きませんでしたっていうのを受信してて、それ気づかなくて、なんだよ、みたいな。だからちょっと昨日改めてもう一回、シベリアーナが、いつ登録されたものなのかっていうのをね、今問い合わせ中です。なのでちょっとこれ返答待ちですね。これ1ヶ月ぐらいちょっとかかるかなと僕は思ってるんですけど。はい。で、そんな感じで、ちょっとね、今回はエピソードが、ちょっとね、重たい内容なんですよ。まず最初はこんなもんってとこからスタートして、で、これから調査を続行していって、ここを明らかにしていきたいと思うんで、今後もね、ちょっと調査を、結果をね、待ってくださいよ。気長にやってるんでね、そんなすぐに結果出ないですよ。だからね、気長に、お付き合いいただくという意味でですね、はい、チャンネル登録をしていただいて、はい、待っててください。エピソードね、
1エピソードいくつまでいくかなわかんないけど、この部屋の中では終わらないでしょうね。外に出て行って、取材の動画とかも今後上がっていくと思いますので、またその時はよろしくお願いします。今日はそんなところで、また